こんにちは、アンナスです。今日は、3本取りのサテンステッチの指定があるものを2本で刺していいのかどうか、2本取りで刺していいのかどうかっていう話をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、3本取りのサテンステッチを2本取りで刺してもいいかっていう質問をたまに受けるんですけど、OK です全然 OK です。っていうかサテンステッチは私はもう2本取り、どんなに面積が大きかろうが小さかろうが2本取りがもう基本っていう感じにしてます。大きいとロング&ショートに変えるんですけど、でちょっと見本を刺してみました。今わかります？あんまわかんないですね、左がこれが3本取り、2本取り、1本取りなんです。書いとこう。これが3本取り、2本取り、1本取りですね。さすがにやっぱり1本取りは繊細で綺麗ですね。ただめちゃくちゃ進むのが遅かった。で3本取りはやっぱちょっとモコモコします。頑張って綺麗に刺そうと思って頑張って刺したんですけど、結構ね初心者の人がこれぐらいの細かいサイズを3本取りで刺すと結構ガタつきが目立ちがちなので、その間を取って2本っていうのが一番、私が推奨している本数ですね、サテンステッチの中で。で、小さくなるのは OK。 ただ大きくなる、増やすっていうのはやめといた方がいいです。なんでかっていうと、前もこの絵どっかで描いたかもしれないですが、幅がありますね。こういう幅があって、この面積を刺そうとします。で1本取りだったらこうやって繊細にこうやって刺せるんですけど、2本取りだとやっぱこの糸の膨らみっていうのが出てくるので、穴は同じなんですけど真ん中ら辺がちょっと膨らむ。でさらに3本取りだとやっぱ穴は同じなんですけどさらに膨らむ言いたいことが分かりますかね。で4本5本12345 6本、絵が雑ですいませんね。ってなると一つの穴から出てくるその穴っていうのはそんなにね多分大して変わらないんです。針が通るサイズぐらいの穴にいろんな糸がいろんなサイズ本数の糸がバーって入ってくるから多分穴は一緒なんですけど、糸って膨らむのでこうなるんですよね。だから極端な話6本取りでサテンステッチしようとするとこうなっちゃうんです。こうなるとここがすごい空いてますよね。ここがだから端っこがガタガタしてて揃ってるように見えなくなるんです。極端な話だから2本取りと3本取りそこまで変わらないんですけど、でも2本がおすすめっていうのはこの糸がふわってなってしまうことによって起こるこの端っこのガタガタっていうのをできるだけやめたいので、これもっと刺せばいいんですよね。もっと刺すとやっぱこの厚みは出てきます。ここが膨らむんでっていうなんかいろいろそういうことを考えると2本取りでサテンステッチは刺した方がいいかなって思うんですけど、3本取り指定だった場合下に本数が減っていく場合は OK だけど増えていくとあんま綺麗にできないのであんまりおすすめはしないです。なので、基本2本取りでやってもらって、1本は綺麗ですけど結構大変なんで、でも1本で刺繍されてる方もね結構いらっしゃるのでやっぱすごい綺麗ですよね私はちょっともうなんか大変なので2本でやってしまいますけど、こう見るとちょっと分かります？はい、こういう感じになります。
ということで糸の本数減らすのは OK です。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。